こんばんは。はるけです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手などを追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになっています。まずは D ですね。D はですね、新イベントの選手追加をしてます。RTTF のダイクスをここに追加をしました。目標で来ている選手になりますね。で、TOTW のガブリエルなんかをここに下げてます。前回からだと下げてるという風なことになってますね。新選手ダイクスに関してはですね、サイドバックとしてね、ペースがあるっていうのはいいところではあるんですけれども、どうしても能力的には足りないっていう風なところですね。パスはですね、ショートパス値だったりとかはね、ある程度あるんですけど、視野がね、低いっていうところで、ちょっと、やっぱ縦のスルーパスとかをね、ライン割ってしまったりとか、ボール流れたりとかするという風にも感じますし、守備の部分でも、あまり、能力が高くなくですね、冷静さ、リアクションだったりとかもちょっと低いという風な感じになってます。で、またプレイスタイルに関しても、予測だったりとか、インターセプト面、ブルーザーだったりとか、個人的にね、ディフェンダーの選手として必要な部分も備えてはないっていう風な感じにはなるので、アップグレードはこの先必須な選手かなという風には思いますね。でそして続いては C ですね。C はですね、追加した選手はいないです。新イベントで追加した選手はいなくって、前回からだとウィンターワールドカードのランプティだったりとか、あとはレディオアクティブのジンチェンコ、あたりを下げてるという風なことになってます。でそして続いては B ですね。B はですね、新イベントの選手追加をしてます。RTTF のヒメネスだったりとか、TOTY 特別賞のトレント・アレクサンダー・アーノルド。で、あとはこちらも目標で来てます。RTTF のボスカリですね。で、あとはズーレ、RTTF のズーレを追加をしているという風なことになってます。まずは RTTF ヒメネスですね。ヒメネス、普通にやれますね。全然今の現環境でも B には入ってきてもおかしくない選手かなと思いますし、ただこの人もやっぱりディフェンダーの選手として予測だったりとか、ブルーザーとかは必要かなっていう風に思います。インターセプトのプラスっていうのはすごく優秀で、いいんですけれども、もうちょっとプレイされ面が豊富だったらなという風な印象を受けますね。で、パス面はあんまりうまくはないので、センターバックとして総合力という風な部分では若干落ちてはしまいます。ただペースもね、それなりにはありますし、守備力っていうのも全然高い選手にはなるので、値段ね、意外にも安くて10万、11万、12万ぐらいの選手にはなるんですけれども、インテルに勝ったりとか引き分け、アップグレードされればですね、どんどん高くはなってくるんじゃないかなという風に思います。ポテンシャルはね、かなりある選手にはなりますね。そして続いてはアーノルドですかね。TOTY 特別賞の選手になります。この選手はサイドバックとして非常にパスがうまくって、クロスもかなりうまいっていう風な選手になります。なのでクロスゲーされる方にとっては、かなりおすすめの選手にはなりますし、守備もね、結構上がったっていうところもいいのかなと思います。なので攻撃をしながらも全然守備もねある程度できるという風な選手ですね。予測だったりとか、ジョッキーだったりとかがついているっていうのはいいのかなという風には思いますね。レーザーも高くってリアクションもねいいですし、ほんとパス面に関してはもうビルドアップで邪魔にならない、またはアーノルドだからこそ通せた、っていうような部分もある選手にはなるので、ちょっとこう攻撃的なねサイドバックになるかと思うんですけれども、そういう風な部分をですねサイドバックに求めている方はアーノルドは非常におすすめかなという風に思いますね。でそして続いてボスカリですね。目標の選手、ケミが合えばですね、また全然使える選手かなという風に思います。逆足4っていうのは非常に素晴らしいですし、パス面結構うまい、そんなセンターバックになってますね。で守備力っていうのもある程度ありながら、フィジカルもある程度あるって、で空中戦もね全然強い選手にはなりますし、ペースも、83もあるという風なそんな選手になりますね。やっぱ今の現環境で言うと、どうしてもペースはまずね、ディフェンダーの選手必要にはなってきますし、簡単にやっぱね置いていかれる、相手がね Y のねアタッカーだったらもう本当簡単に置いていかれるっていう風な感じになるので、その中でまだある程度ペースがあるっていうのはいいのかなという風に思いますし、結構この人もアップグレをされれば面白い選手には今後なってくるかなという風には思いますね。
でそして続いてはズーレですかね。こちらも RTTF の選手になってます。この人もペースはね、もちろん上がりましたけれども、結構ね、ジャンプ値が低かったりとかはしますので、身長とかそのデカさっていう部分はね、あるんですけど、意外と空中戦ね、あそこ負けるんやとかっていうシーンもちょっとあるっていう風なところですね。やっぱそれはジャンプ値の影響かなと思います。ただ地上戦に関してはちゃんとフィジカルで、なんならフィジカルめっちゃ強いセンターバックにはなりますので、ほんと地上戦ではしっかり止めれるという風な選手になってます。またですね、意外とパス面だったりとかも上手かったりとかは、しますし、ブルーザーだったりとかね、予測とかインターセプト面、守備面に関してはね、ほんとついてはいますので、全然やれるという、そんな選手になります。個人的には、やっぱりスライディングのプラスではなくって、何かディフェンダーとしてね、もちろん予測とかインターセプトとかブルーザーとか、ね、どれか、プラスだったらよかったなというふうに思います。この人もね、この初期値の能力で全然自分は強いなという風には感じますし、これからのアップグレが楽しみな、そんな選手ですね。で、そして続いては A ですね。A はですね、新選手として RTTF のグバルディオルミニリリースで来た選手になりますね。で、そして SBC で来ました TOTY 特別賞のサリバ、あとは TOTY 特別賞のキム・ミンジェ、ここら辺が新選手かなと思います。新選手 RTTF のグバルディオルに関してはですね、100万ぐらいするね、センターバックにはなるんですけど、アップグレ込みの値段だというふうには思いますね。シティというふうなことで、プラス3、もしくはその後優勝とかっていうのも全然あり得るチームかなと思いますので、非常にちょっと注目すべきカードかなと思います。で、もともとこの87の能力でも結構やっぱり強い選手にはなりますね。ブロックのプラスついてますし、ビルドアップもしながら、ドリブルもある程度軽いっていうセンターバックになりながら、ペースも速くって、ディフェンダーの選手でフィジカルだったりとか守備力ってもしっかり高いという、そんな選手になりますね。個人的にこの人もね、予測だったりとかがついていたらより良かったなというふうに思うんですけれども、本当に総合力が高い、そんなセンターバックになります。もっとペースが上がってくればですね、LB も全然任せれる選手かなというふうに思いますね。今後のアップグレに非常に注目ですね。そして続いて TOTY 特別賞のサリバですね。SBC で来た選手にはなるんですけれども、値段はすごく高かった。100万ぐらいの SBC 価格になっていましたので、センターバックとしてその値段はちょっと高すぎるなというふうに思います。またグバルディオルとかとね、同じような感じじゃなくてアップグレードはないんで、この先のね、この先にどんどんアップグレードされていくっていうカードではなかったんで、そういう風な意味でスルーした方は多かったのかなと思います。個人的にやっぱ使ってる中で、A ランクかな。やっぱ Y の1000馬ほど強さはないんですけど、ただ、十分強いなという風な感じですね。予測のプラスがついたっていうのは結構でかいなという風には思いますし、能力的な部分でもペースもね、十分速いし、守備力もね、高くってフィジカルも強いっていう風な選手になるので、個人的には十分強さは、ありますね。で、リアクションレーサーもね、高いですし、ビルドアップ能力っていうのも高くって、あとは裏抜けだったりとかの、そのカバーリング能力っていうのも結構高いなと、いう風には思いました。これもね、4、50とか、100万はちょっと高すぎるんで、50万ぐらいできたら、多分作ってる方がより多かったのかなっていう風には思いますね。強いんですけど、やっぱ相手に見ないっていうことは高かった SBC 価格はちょっと、おかしかったのかなと改めて感じますね。でそして続いて TOTY 特別賞キム・ミンジェですね。ミンジェに関しても非常に強いセンターバックの一人かなと思いますし、ペースは速く、またフィジカルも強い、ごつくって、で、かつディフェンス能力もしっかりあるという風な選手になってますね。で、エアレールのプラスがついたという風なことで、空中戦でもですね、しっかり弾き返すという風なことができる選手になってます。ただ、この人も、予測がね、あったらより良かったなっていう風には思いますし、またジョッキーとか、ついてたら良かったなっていうのは思います。本当に値段は多分20万台だと思うんですけれども、非常に価値がある選手になってますね。それこそ B ランクかなで紹介をしたズーレの上位互換的な、イメージが多分一番いいんじゃないかなというふうに思います。かなりキム・ミンジェ、ブンデスのセンターバックの中で言ってもですね、トップオブトップの選手にはなりますし、
非常にケミ合わせという風な部分でもバイエルン勢使ってる方はおすすめかなという風に思いますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、新選手の追加っていうのはないです。Y のセンターバック、またサイドバックっていうのは非常にちょっとメタでですね、もう理不尽さ感じる選手たちばかりですし、またフラッシュバックのデイビスだったりとか、ダイナスティのメンディ、ここら辺も非常に強いと。で、センターバックに関しても、ミリトンだったりとか、ヤシン、マルディーニ、リオだったり、トモリっていうのは一つちょっと抜けた、存在かなというふうに、個人的には今の現環境思いますので、こういうふうな S ランクというふうなことになってます。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。